行くから大救出ウォーターレスキュー総力戦一つの命守るためヒーローたちが走るんだ。水難事故や水辺で起きる災害などで活躍する水難救助者。乗り物ワンダー。ハロー、僕はポポ。よろしくね。今日紹介するのは水難救助者だよ。あらポポ、楽しそうね。どこに向かっているの？今日は消防署で水難救助者を見せてもらうんだ。よかったわね。水難救助者なんてなかなか見られないからね。そうなんだ。今からワクワクしているんだ。ここでも大交代をやっているよ。よく覚えていたわね。夜中に働いていた消防士さんとの交代の挨拶をする大交代は消防署では必ず行われるのよ。消防士さんが24時間見守ってくれるおかげで安心して生活できるんだね。うわー、なんだ、急にサイレンが。これは朝の点検よ。道具や装備などが正常に動くかを毎朝点検するの。なるほど、消防士さんは朝から大変だな。はい、ウェットスーツ着装。あれ、今度は何かに着替え始めたよ。そう、ここ西口消防署は近くに大きな川があるから水難救助の訓練もしているの。だからウェットスーツに着替えているの。あ、ポポ、早速訓練に向かうみたい。今日は訓練を見せてくれるそうだから一緒についていきましょう。わかった。川だ。川で訓練をするんだ。そう、ここは江戸川にある水難救助の訓練場なのよ。こんにちは。こんにちは、ポポ。よく来てくれたね。これが今日紹介する水難救助者だよ。この水難救助車の大きさは全長およそ7メートル、重さは10トンもあって水難救助に必要な装備をたくさん積んでいるのよ。水難救助に必要な装備ってどんなものなんだろう。じゃあ水難救助に必要な装備をいくつか紹介するわね。なんだ、上から長くて大きなものが出てきたぞ。これはレスキューボードといって、これに乗って溺れている人の近くまで行き助けた人を乗せてくるのよ。大きなボードだね。次はこれ、水中マスクと空気ボンベよ。これは知ってる。水の中に潜るときに必要なもので空気が出てくるんだよね。また上から大きなものが出てきたよ。これはフローティング担架と呼ばれるもので、水に浮かぶ担架なの。水中で溺れた人などを乗せて運ぶのよ。水に浮かぶ担架ってすごいね。最後はこの大きな袋、なんだと思う？なんだろう。全然わからないや。中に入っているものが広がった。これは小型ボートよ。これがボート？空気が入ってあっという間にボート
形になった。このボートにエンジンとなるこの船外機をつけて使うのよ。ボートまで乗っているなんてすごいね。水難救助者にはこういった水難救助に必要な特殊な装備が50種類以上も備えられているの。消防車にはいろんな種類の救助車があるんだね。今日はここでどんな訓練をするんですか？今日は水難救助の訓練をするから見ていってね。よろしくお願いします。まず最初に見せてくれるのは水の中に沈んでしまった人や物を探す水中検索訓練よ。今日は特別にボートにも乗せてくれるそうよ。やったー、楽しみだー。うやー、速くて飛ばされそうだ。ポポ、落ちないようにね。このまま訓練するポイントまで向かうそうよ。まもなく入水ポイントです。やぶ上流から行こう。水面確認。いきます。よーい、ダイ。オッケー。じゃあ V 行って。今日の訓練は川の底まで潜っていき、旗の周辺3メートルを探索するそうよ。うわー、隊員さんが川に潜ったけどすごく濁っているよね。了解。変更開始。そうなの、川の中は水の流れや視界の悪さなど場所や天候で状況がすごく変化するので大変なのよ。うわー、すごく濁ってる。うわー、目の前がほとんど見えなくなっちゃった。あれだけ視界のない中で検索訓練をするのはすごい技術よね。ほんとすごいや。4回合図あり浮上します。これで浮上します。おお、上がってきた。水難救助隊の人はかっこいいな。はい、容疑者 OK。今行きますよ。男性に行きますよ。そのまま行ってください。続いては溺れている人を救助する訓練よ。なんか訓練でもドキドキするな。水面確認。はい、よーい、はい。はい。こういう訓練をしているから実際の現場ですぐに行動に移せるのね。じゃあポポ、ここでクイズよ。水難救助者には水難救助の他にもう一つ重要な装備があります。それは何？ 1. 消防装備、 2. 大型はしご装備、 3. 山岳救助装備。みんなも考えてね。ありそうな1の消防装備かな。わかったかな？正解は1の消防装備でした。この水難救助者は水辺の救助だけでなく通常の火災現場でも活躍できるように消防機能も装備されているのよ。
助と消防両方できるなんてすごい車だね。このような訓練があるから水辺の災害でも素早い救助活動につながるのね。これからもお仕事頑張ってね。今日の乗り物ワンダーは水難救助車でした。それじゃあまたね、バイバイ。ヒーローたちが走るんだ。いろんな消防車や消防ヘリがたくさん見られる消防出初め式。1年に一度の大集合だよ。乗り物ワンダー。ハロー、僕はポポ。よろしくね。今日の乗り物ワンダーは消防車の仲間たちを紹介するよ。今日は千葉市消防出初め式にやってきたわよ。出初め式は日本の消防が1年の仕事始めに行う行事なの。消防車とその仲間たちがいっぱい出てくるから楽しみにしててね。興奮するな。隊員の人たちがどこかに走ってるよ。あ、消防車だ。早速消防車とその仲間たちの行進が始まるわ。数が多いから見逃さないでね。分列行進前へ進め。先頭を走るのは指揮統制車よ。災害現場で消防隊員が効率よく活動できるように指揮する車両なの。後ろにいろんなものが積まれてるね。発電機や簡易トイレ、式台などが積まれているのよ。次は火を消す時に大活躍するポンプ車のコンビよ。見た目は似ているしほとんど一緒だけど何が違うの？右側は水槽付きポンプ自動車といって最大3000リットルの水を搭載していて、一方左の消防ポンプ自動車は消火栓などにつながないと放水できないの。でも消防ポンプ自動車は小型だから水槽付きポンプ自動車が入っていけないような細い道でも消火活動ができるのよ。ちなみにホースをつなぐ部分はこんな感じ。すごい、初めてこんな近くで見たよ。差し込み口がいっぱいだ。いろんなものが積まれているんだね。あ、これははしご車だね。正解。高い建物で火事があった時に活躍する消防車ね。このはしごは最大35メートルも伸びるのよ。そんなに伸びるの？すごいね。せっかくだからもっと近くで見てみましょう。すごいすごい。はしご車はこうなっているんだね。さあポポ、ここからはちょっと珍しい消防車を紹介するわ。どんな消防車？楽しみ。これはポンプ車の仲間かな。これは上にはしごみたいなものがついてるからはしご車？これは何？この3台はガソリンや化学薬品などの危険物によって発生した火災の消火活動に使われる消防車で3点セットと呼ばれているわ。これは大型化学車。水だけじゃなく泡の消火剤を使って火を消すことができるの。これは高所放水車。はしご車に似ているけど放水専用の車両よ。
これは泡原液搬送車。言葉の通り泡を作るための原液を運搬するための車ね。ガソリンや薬品などによる火災現場では水を使うと火の勢いが大きくなってしまうので、泡を使った消火活動を行うのよ。3台どれが欠けてもダメなんだね。あ、これは救急車だ。病気や怪我の人を運ぶ車だよね。救急車は病気や怪我の人の状況を病院に伝えるための通信設備や、移動中も適切に治療するための機材が積まれているのよ。これはストレッチャーといって、急病人を運ぶベッドのようなものね。中はこうなってるんだね。あ、また大きな消防車だ。特別高度救助隊ってなんだろう。これは救助工作車といって、火事や地震が起きた時にクレーンなどを使って人命救助に当たる車よ。この救助工作車を運用しているのが特別高度救助隊スーパーレスキュー千葉という人命救助のプロなの。この特殊災害対応車もその仲間で、核、生物、化学剤による火事現場で活躍するのよ。スーパーレスキューって名前がかっこいいね。他にも暗い火災現場で活躍する照明車や大型除染システム搭載車、無線中継車などいろんな車両が集まったわ。消防車の仲間ってこんなにいたんだね。ポポ、車だけじゃないわよ。どういうこと？あれ、あのヘリコプター赤いよ。あの船も赤と白で消防車みたいだ。よくわかったわね。これは消防防災ヘリコプターといって、空から消火活動を行ったり高い位置から人命救助するときに使われるの。そしてこれは消防艇といって、船や海岸で火事が起きた時の消火活動、海で溺れた人の救助活動に使われるわ。立派な船だね。消防車の仲間ってこんなにいて、みんなそれぞれ活躍の舞台があるんだね。ポポ、次はある体験ができるところに行ってみましょう。何をするんだろう。男の子がうつ伏せになってるね。ここでクイズ。この車ではあることができます。一体何でしょう。1、かくれんぼができる。2、食事ができる。3、地震体験ができる。僕は机の下に隠れるんだ。だから1のかくれんぼだ。正解は3の地震体験でした。これは起震車といって、地震の揺れを体験することができる車なの。ポポも乗ってみる？震度3から最大で震度6強まで段階的に強くなる地震です。すごい、だんだん強くなってきて立ってられないよ。地震の時は周りのものが落ちてきて危険だから、机の下とか安全な場所に身を隠さないとダメよ。とっても怖かったよ。こうやって災害を想定してどうするかを考えておくことがとても大事よ。勉強になったな。あ、また消防ヘリがやってきたよ。今から消防演技が行われるわ。震度6の地震による火事が起きた時に、消防車の仲間たちがどのように活躍するのか見てみましょう。
消防出初め式は江戸時代から続く消防の伝統行事なの。消防の活動を披露することで消防への理解を深めてもらい、火事を起こさないようにすることが目的よ。僕も火事を起こさないように気をつけなくちゃ。偉いわ。そんなポポに、はい、ポポくん帽子どうぞ。ありがとうございます。どう？似合ってる？似合ってるわ。よかったわね。今日は災害や火事の時に活躍する車がいっぱいいることが分かったよ。また来年も出初め式に出たいな。また行きましょう。ヒーローたちが走るんだ。乗り物 Wonder Rescue Tow Truck Paving the way。 地震や台風などの災害が起きた時に活躍する災害対策レッカー車。みんなで力を合わせて助けてくれるよ。乗り物ワンダー。ハロー、僕はポポ。よろしくね。今日紹介するのは災害対策レッカー車だよ。また JAF に来ちゃった。今日は災害対策に出動する車に会えるって聞いたけど、どんな車なんだろう。ポポ、ここは JAF の小田原基地よ。レッカー車がたくさん止まっているね。レッカー車のことはよく知っているけど、災害対策に出動する車はどれだろう。こんにちはポポ、よく来てくれたね。災害対策に出動する車はどれですか？はい、災害対策車はこっちだよ。これ普通のレッカー車とどこが違うんですか？そうだね、普通のレッカー車と違っていろんな装備がついてるんだよ。そうなのポポ。地震や台風などの災害が起きた時に警察や自治体と力を合わせて道路を塞ぐ車両などを取り除くのが災害対策レッカー車の役目なの。早く道路を通行させて災害地の復旧に活躍しているのよ。災害対策レッカー車はすごい車なんだね。普通のレッカー車と違うところはどこなんですか？はい、普通のレッカー車と違ってウインチが2つついている車です。でもウインチの先の色が違うのはなぜ？ウインチの左右の色が違うのは右と左を間違わないようにしてあるためよ。でもなぜウインチが2つもついているんですか？はい、横倒しになった車をこの2つのウインチを使って起こします。ポポ、今日は事故を起こした車を引き上げる訓練を見せてくれるわよ。やったー。右後ろ見たことよし。うわー、車が持ち上がった。車両離れて安全確認完了したら、下の車両を引き出します。よし、了解。よし。次の割り込みます。はい。了解。車両の下には絶対に入らないのに注意して、ブレーキ確認もしてから動かすこと。了解。了解。ブレーキ確認お願いします。了解。ブレーキ離します。ブレーキます。ブレーキ確認 OK。はい、ブレーキ確認了解。流れ止め外します。はい。じゃあ押します。十分注意して動かすこと。ブレーキ離します。大丈夫ですのまで。おお、下の車が抜け出せたね。燃料漏れなし。なお角度変わるんで、オイル漏れ、ガソリン漏れの可能性あるため消火器の準備。最後に前の車を下ろしたら完了よ。このように JAF ロードサービスの隊員が特別に訓練を受けて災害救助に当たるの。
はい、オイル漏れか取り漏れはないか。オイル漏れ、燃料漏れなし。はい、ないことよ、確認了解。オイル漏れ、燃料漏れなし。設置確認。無事車が元に戻ったね。災害対策レッカー車はすごいね。サイドブレーカー全よし。サイドブレーキパーキングよし。災害対策レッカー車は他にも重要な装備を積んでいて、消火器や救護のための機材も備えているのよ。そして災害地では作業をしているのを周りの人に知らせることも重要なの。だから作業中という標識も出るようになっているの。じゃあポポ、ここでクイズよ。災害対策レッカー車は災害以外にも出動する場面があります。それはどんな時でしょうか。1、大雪。2、火事。3、船の転覆。1の大雪かな。ではみんなも10秒考えてね。わかったかな。正解は1の大雪でした。大雪の時は車が動けなくなったりスリップしたりするからとても危険なの。そんな時も災害対策レッカー車は活躍してくれるのよ。災害対策レッカー車はどんな時も助けてくれるんだね。うわー、こっちは可愛らしい車がいるよ。この車は何ですか？ポポ、これはね、バン型サービスカーといって、砂浜だとか山道だとか普通の車が入っていけないような場所ではまってしまった車を、この前のウインチを使って引っ張り出すための車だよ。ウインチ？そう、このバン型サービスカーの前の部分にはこのようなウィンチと呼ばれる装置がついているの。このウィンチは見ての通りロープが前まで伸びるようになっているの。このウィンチを救助する車に接続して引っ張り上げて救助をするのよ。うわー、ロープが巻き取られていく。他にも砂浜や山道での救助を想定してさまざまな機材も積み込んでいるのよ。このバン型サービスカーはミニカーみたいで可愛らしいね。ポポ、災害対策レッカー車やバン型サービスカーのこと分かったかしら。災害時や緊急時に活躍してくれる頼もしい味方だね。今日の乗り物ワンダーは災害対策レッカー車でした。それじゃあまたね。